今年は毎年恒例と言われている社員旅行。サービスエリアで休憩中、足が不自由で車椅子の俺は少し余裕を持ってバスに戻った。しかし、止まっていたはずの駐車場にバスが見当たらない。俺、ここで間違いないよな。俺は迷わないようにバスの停車場をちゃんと覚えていた。絶対ここに止まっていたはずなのに、俺はすぐに携帯を取り出して上司に電話をかけた。すいません。今バスが止まってあった駐車場に戻ったんですけど、バスが見当たらなくて。するとその上司からは衝撃の言葉が返ってきた。そりゃそうだよ。もう出発しちゃってるんだもん。俺はお前に嘘の時間を教えたんだよ。俺の名前は片桐大輔、22歳になる。幼い頃に事故に遭ってしまった俺は車椅子での生活を余儀なくされている。こんな俺でも周りの家族や友人はとても親切で楽しい毎日を過ごしている。今年大学を卒業する俺だったが、すでに企業への就職も決定している。新しい環境になり不安はあるけど、応援してくれたみんなへの感謝も込めて頑張っていこうと思っている。そしてついに俺の社会人としての新生活が始まった。しかし早速問題が発生した。新型ウイルスの蔓延によるリモート化が一気に加速し、新入社員の俺もリモートワークを言い渡されたのだ。家で仕事ができるのは便利だが、せっかく入社したのにもかかわらず上司や同僚に会えないというのはなんだか切なかった。それでもリモートワークをしているうちに少しずつ先輩や上司と打ち解けることができてきた。特に直属の上司にあたる部長の加藤さんはぐっと距離が縮んだ気がした。それには理由があり、加藤さん、この前好きだって言ってたブランドから新しい商品が出てましたよ。そうなの。チェックしなきゃ。俺と加藤さんはキャンプという同じ趣味を持っていた。入社当時から加藤さんはとても優しく、右も左もわからない俺に仕事を一つずつ丁寧に教えてくれた。加藤さんは間違いなくこの会社の中で一番感謝している先輩だ。そんな加藤さんと休憩がてらリモートで世間話をしていると、感染症も落ち着いてきたし、もう少し暖かくなってきたら八甲山にキャンプでも行くか。本当ですか？加藤さんからの突然の誘いが嬉しくて、俺は車椅子ごと飛び上がりそうになった。八甲山とはバリアフリーにも気が配られているキャンプ場がある山としても知られている。もしかして加藤さんは俺の体を気遣って八甲山を提案してくれたのかもしれない。加藤さん、ありがとうございます。俺が車椅子だからって八甲山にしてくれたんですか？本当に加藤さんは優しいですね。と、俺が感謝の気持ちを伝えると、加藤さんの表情は曇っていった。車椅子？お前が？焦りながら加藤さんは言った。加藤さんのリアクション的に俺の足が不自由なことを知らなかったようだ。人事の人から聞いていなかったのか。加藤さん、俺が話しかけようとした時、チッという音が聞こえ、突然加藤さんはリモートを退席した。こちらから加藤さんに連絡するが、加藤さんからリアクションが来ることはなかった。俺はとりあえず車椅子を使っていることを伝えないとと思い、急いでメールを打った。加藤部長、申し訳ありません。私は足が不自由で車椅子を使用しております。何か業務上で不都合等ございましたらご連絡をお願いいたします。しかし加藤さんから返信は来ない。感染症が収まってきたこともあり、来週からは通常業務に戻ることが決定している。もし俺が車椅子であることで不都合があるなら今週中に連絡が欲しかった。しかし加藤さんからは返信どころか、今まで頻繁にしていたリモートでの会話もなくなってしまった。加藤さんに何かあったのかなと俺はとても心配だった。そして連絡が来ないまま週が明け、俺は会社に初めて出社することとなる。おはようございます。初めて入る会社のエントランスに俺はうろうろしながら、なんとか車椅子でエレベーターへと乗り込んだ。そしてエレベーターが閉まりかけたところに加藤さんが小走りでやってきた。加藤さん、おはようございます。リモートではなく対面での挨拶に俺は少し緊張した。しかし加藤さんは挨拶を返すどころか舌打ちをしたのだ。研修中の加藤さんはあんなに優しかったのになんでだろう。まさか俺が車椅子だから？
数秒足らずのエレベーターがとても長く感じた。そして加藤さんは冷めた目で俺を見下ろしながら、まったく、車椅子ってやつはどんだけ場所取るんだよ、邪魔だな。なんと加藤さんは俺に文句を言いながら車椅子を蹴飛ばしたのだ。今までそんな扱いをされたことがない俺はついカッとなったが何も言えなかった。そしてエレベーターは降りる階に到着し、先に加藤さんが出て行こうとするとわざと俺に強くぶつかってきた。バランスを崩し転びそうになる俺に、本当に邪魔だね。そんなもん乗ってくんなよと最後まで文句を言いながら去っていった。俺は在宅の時に見た加藤さんと今日の加藤さんのギャップに困惑していた。たまたま今日だけ機嫌が悪かったのかというよりもそうであってほしい。しかし俺の願いは届かず、加藤さんからの嫌がらせは毎日続いた。顔を合わせれば車椅子を蹴られ、暴言もしょっちゅう吐かれていた。若手社員が全員参加する会議の時も、誰かのせいで毎回机の配置を変えなきゃいかんのは本当にめんどくさと大きなため息をついて準備をする。厄介なのはこういう嫌がらせは2人でいる時にしかしないということだ。加藤さんは俺以外の人には優しく接していて部下からも人気がある。俺が彼から嫌がらせを受けていると言っても誰も信じてくれないだろう。唯一頼れる人といえば同期の中川だった。在宅の期間が終わり、社内で中川と会う機会も増えた。片桐、このままでいいのか？一人じゃ不安なら俺も一緒に人事部へ行くぞ。優しい中川はそう言ってくれたが、抗議する新人が一人から二人になったところで証拠でもない限り信じてもらえないだろう。そして数日後、毎年恒例と言われている社員旅行の日がやってきた。どうやら今年の幹事は加藤さんらしい。まもなくバスが出発しますので、シートベルトの着用をお願いします。旅館まではバスで向かうらしい。俺は旅行への楽しみより、ここでも加藤さんから嫌がらせをされるかもしれないという不安の方が勝っていた。しばらくバスが走っているとサービスエリアに停車した。はい、それではトイレ休憩とさせていただきます。俺もトイレに向かおうとするが、段差があったり車がどんどん通ったりと一向にトイレに着かない。そしてなんとかトイレの入り口まで来ることができたが、トイレの直前にも段差があり、車椅子の状態では入ることが難しそうだった。すると俺の横を加藤さんが通り過ぎた。加藤さん、すみませんが段差があってトイレに行けないので助けてもらってもいいですか？加藤さんは一度はこちらを振り返ったが、ふんと鼻で笑うとそのまま振り返り一人トイレへ向かってしまった。まあ大体予想はついていたが、それでも悔しかった。その時突然怒鳴り声が聞こえてきた。ちょっとあんた！俺と加藤さんは声の方向を見ると、そこには一人のおじさんがいた。どうやらそのおじさんは加藤さんに対して怒鳴っているらしい。おじさんは加藤さんの方へ歩み寄り、この車椅子の人、あんたの知り合いなんだろ。なんで助けてやらねえんだよ。しかし加藤さんはおじさんの言葉を無視していると、おじさんはそのまま去ってしまった。気持ちは嬉しいけど、これが理由でまた嫌味を言われそうだ。そんなことを考えていると、加藤さんは黙ったまま俺に近づき、加藤さん？なんと加藤さんは俺の車椅子を動かしてトイレまで連れてきてくれたのだ。早く行ってこい。ここで待ってるから。ありがとうございます。すぐ戻ります。俺は実はこれも嫌がらせで、トイレから戻ったら誰もいなくなっているんじゃないかなんて考えたが、俺がトイレから出てくると加藤さんはちゃんと待ってくれていた。安心した反面、いつもとは違う加藤さんに違和感を感じていると、加藤さんは俺の方に近寄ってきて、車椅子の後ろのハンドルを握り、段差をゆっくりと降りてくれたのだ。旅行中くらいは嫌がらせはやめておこうと思っているのか。まあでも楽しめるに越したことはない。加藤さん、ありがとうございました。助かりました。俺は加藤さんにお礼を言うと、ちょっとスケジュールが変更になって、ここでの休憩が20分延びたらしい。せっかくだから中で休憩してきたらどうだ？ああ、そうなんですね。
長時間バスの中にいたことで少し疲れてしまった俺にはちょうどよかった。わかりました。加藤さんも休憩されますか？いや、俺は幹事だから戻らないと。そう言ってバスの方へ戻っていった。それから10分ほどサービスエリアのテーブル席で休んでいた俺はそろそろ行かなきゃと少し余裕を持って建物を後にした。そしてバスが止まっていた駐車場へ向かうと、そこにあったはずのバスがなくなっていた。あれ、ここで間違いないよな。俺は迷わないようにバスの停車場をちゃんと覚えていた。絶対ここに止まっていたはずなのに。俺はすぐに携帯を取り出して加藤さんに電話をかけた。数回呼び出すと、もしもしという加藤さんのめんどくさそうな声が聞こえてきた。すみません。今、バスが止まってあった駐車場に戻ったんですけど、バスが見つからなくて。そりゃそうだよ。もう出発しちゃってるんだもん。俺はお前に嘘の時間を教えたんだよ。俺は衝撃の事実に言葉を失っている。車椅子のやつがいたら、せっかくの旅行が台無しだろ。旅行中まで社員に迷惑かけんなよ、じゃあな。言葉を発する間もなく一方的に電話を切られてしまった。そして俺は電話を耳に当てたままその場を動けなかった。まさかこんなことまでされるなんて。するとその時、駐車場に止まっていた一台の高級車が俺の目の前に来た。そして後部座席から一人の男性が降りてきた。片桐君、大変だったね。協力ありがとう。身も心もボロボロの俺に優しい言葉をかけてくれたのはうちの会社の社長だった。社長から話を聞くと、加藤さんは俺だけではなく他の障害を持つ社員にも嫌がらせをしていたらしい。あまりにも頻度高く嫌がらせをしていたため、少しずつ噂が広まり、それは社長の耳にも届いていたという。そこで社長は障害を持ち、かつ加藤さんの部下である俺に調査をしたいと依頼した。俺は加藤さんからされた嫌がらせの数々を話すと、社長は加藤さんからの嫌がらせがわかる証拠を一緒に集めてほしいと協力を求められた。そこで俺は中川にも頼み、この社員旅行で証拠集めをする作戦に出たのだ。そして作戦は見事に成功。俺に嘘の発車時刻を伝えた会話も電話の内容も中川が隠れて録音してくれていたのだった。これでもう言い逃れはできないはずだ。加藤さんには入社した時の恩もあり、このままでいいのかと考えたが、放置をすればこの先も被害者が出るに違いない。俺が彼の嫌がらせを止めるんだ。そして俺は社長と共に車の後部座席に乗り、加藤さんたちのいる旅館へと向かった。バスが旅館に到着してから1時間ほど遅れて俺たちも旅館に着いた。みんな今頃館内で休憩している頃だろう。旅館の受付に事情を説明し、俺と社長は加藤さんのいるロビーに向かった。片桐。加藤さんは驚き、口がポカンと開いたままだった。そして加藤さんの監視役の中川も俺たちに合流した。よかったです。社長が来てくださったおかげで、加藤さんに間違った出発時間は伝えられても、こうしてここまで来られたので。俺はにっこりと笑い、皮肉に満ちたことを言った。俺が嘘なんてつくわけないだろ。お前が勝手に時間を間違えたんだろ。すると見かねた社長が話し出した。君の噂は聞いている。優秀で人徳もあって、私は信じたくなかったが、しっかりと証拠もあるんだよ。社長の言葉を聞き、加藤さんは一瞬顔色が変わったが、すぐ我に返り、まったく、これだから障害持ちは困るんだよ。お前たちはどこまで健常者の足を引っ張ったら気が済むんだ。障害者なんて社会のお荷物なんだから、おとなしく日陰でひっそりと生きてりゃいいんだよ。焦るどころか開き直ってさらに暴言を吐いた。その加藤さんの差別発言に一番反応したのは俺でも社長でもなく中川だった。お前、いい加減にしろ。そう言って加藤さんの胸ぐらを掴んだが、加藤さんは動じることなく冷めた目で中川を見ている。やめなさい。社長は二人の間に割って入る。
加藤君、なぜ君はそこまで障害者を嫌うんだね。理由を聞かせてくれ。君の処分はその後だ。加藤さんは小さな声で分かりましたとだけ言い、社長と共に奥の部屋へと行った。そしてこの旅行中、加藤さんが戻ってくることはなかった。俺は旅を楽しみながらもどこか加藤さんのことが気になってしまった。社員旅行も終わり、通常の業務に戻ってからも会社に加藤さんの姿はなかった。俺は社長に呼び出され話を聞かせてもらうと、加藤さんは降格処分となり、障害者のいない部署への移動が決まったそうだ。俺はこのタイミングでずっと気になっていたことを社長に尋ねてみた。なぜ加藤さんはあそこまで障害者を嫌うのでしょうか。社長は少し悩み、重い口を開いた。加藤さんは父子家庭で育ち、彼の父親は足に障害を持つ身内が経営する会社で働いていたという。この身内がとても横暴な人だったようだ。ある日、加藤さんの父親と経営方針について揉めていたところ、その身内は障害者である自身の立場を利用し、周囲を味方につけることで彼の父親を孤立に追いやったという。そのせいで彼の父親は精神的に不安定になってしまい、しまいには退職にまで追い込まれたという。そして加藤さんは障害のある人に対して偏見を持つようになってしまったのだ。さらにそれだけでなく、退職後に父親が外出先で車椅子を使用している人に出会い、困っていそうなその人に声をかけたという。親切心で手を差し伸べると、その車椅子の人は、助けなんていらん、迷惑だ。そう言って父親の手を突っぱねたそうだ。するとそれによって父親はつまずき、道路に転んでしまったという。そこに偶然走ってきた自転車にひかれてしまい、父親は大怪我を負うこととなってしまったのだ。こうして加藤さんは全ての障害者を敵対視し、憎むようになったという。話を聞いた俺は、加藤さんにも加藤さんなりの事情があったんだと思い、なんだか複雑な気持ちになった。このモヤモヤした気持ちが晴れるために、加藤さんにどうしてほしいかを考えてみた。お金を払ってほしいわけでもなく、謝ってほしいわけでもない。俺はただリモートで話していた時の関係に戻りたいだけなんだ。今さらあの時と全く同じ状態に戻れるなんて思っていないけど、このまま疎遠にもなりたくなかった。そして俺は加藤さんに本音でぶつかってみようと思い、彼に手紙を書くことにした。加藤さんへ、突然のお手紙で申し訳ございません。手紙なら私の素直な気持ちを加藤さんに直接伝えられると思ったからです。社長から加藤さんとお父さんのお話を伺いました。加藤さんも大変辛かったと思います。しかし、だからといって、加藤さんから負わされた私の傷が癒えるわけではありませんし、加藤さんの心の傷が癒えるわけでもないと思います。何より悲しかったのは、加藤さんから嫌がらせをされたからではなく、私は本当は加藤さんが優しい人ということを知っていたからです。加藤さんは私が車椅子を使っていることを知る前、すべてにおいて私に丁寧に教えてくれました。仕事外では趣味の話で盛り上がり、とにかくいつも優しく接してくれました。私はそれが本当に嬉しかったのです。今になって再び上司と部下の関係に戻りたいとは言いませんが、できることなら約束した通り一緒にキャンプに行きたいなと思っています。もちろん私はこの体なので加藤さんにはご迷惑をおかけすることと思います。それでもこんな私とキャンプに行っていただける気持ちが少しでもあるならとても嬉しいです。この手紙では私の本音をすべて書きました。もしよければ加藤さんの本音を教えていただけたらと思います。この手紙を社長を通じて加藤さんのいる部署へ送ってもらった。しかし数ヶ月経っても加藤さんからの返事はなかった。まあ俺が一方的に送っただけだから仕方ないか。加藤さんは俺のせいで降格になってしまったわけだし、恨まれている可能性だってある。そう諦めかけている時、俺は社長から呼び出された。すると社長は一通の封筒を俺に手渡した。これは彼から預かってきたものだ。俺は社長に感謝を述べ、すぐに手紙を開封した。まずは返事が遅れてしまったこと、
そして君へのひどい対応について謝らせてほしい。本当に申し訳なかった。あの旅行の後、私は父に会いに行った。そして私の今までやってきたことをすべて告白した。私の話を聞き終えた父は怒るわけでもなく、賛同するわけでもなく、ただ泣いていた。そして私に謝罪した。私にそんな風に思わせてしまったと、そして辛い思いをさせてしまったと責任を感じたようだ。私は父親の涙を見て、自分の行いと考え方を一から考え直さないといけないと心底思った。すべての障害を持つ人が悪いとは思っていなかったが、自分の気持ちを抑えることができなかった。そして情けないことに、私は君にどう謝罪したらいいかわからなかった。返事が遅れてしまったのはそのせいだ。長々と書かせてもらったが、最後に一つだけ伝えたいことがある。君が正直な気持ちで私に手紙を出してくれたからこそ、私もここに正直な気持ちを書きたいと思う。私はまだ障害者と健常者を同じ目線で見ることができない。これが今の俺の正直な気持ちだ。それを踏まえてもう一度謝罪させてもらいたい。本当にすまなかった。ここで手紙は終わっていた。加藤さんは俺だけでなく、他に嫌がらせをしてきた障害を持つ社員にも謝罪の手紙を書いたと社長は言っていた。加藤さんは障害者と健常者を同じ目線で見ることができないと綴っていたが、そんなことより加藤さんが返信をくれたのが嬉しかった。やはり入社直後の関係に戻ることはできないだろうが、こうしてお互いの本音をぶつけ合うことができて本当に良かったと思う。加藤さんから返事が来た嬉しさと、もう彼と会えない寂しさが入り混じった。複雑な感情の中で俺は便箋を封筒の中へ戻すと、その中には一枚の写真が入っていた。そこに写っていたのは八甲山だった。俺と加藤さんがリモートで趣味の話で盛り上がっていた時、加藤さんが誘ってくれたキャンプ場のある山の風景が写っている。俺はしばらく写真を眺めていたが、その写真の裏には加藤さんの文章が書かれていた。私の障害者に対する憎しみがなくなり、気持ちの整理がついたとき、君と一緒にここに行きたいと思っている。これも間違いなく私の本音だ。俺は写真に涙を落とした。加藤さんがあの時の話の内容を今でも覚えてくれていたこと、そして加藤さんも俺と同じ気持ちでいてくれたことがとにかく嬉しかった。それから1年後、俺の目の前には最高な景色が広がっていた。加藤さん、やっぱりここが一番ですね。そうだな。俺の後ろで車椅子のハンドルを握る加藤さんは笑顔で言った。その笑顔には障害者への憎しみや偏見などは一切なかった。最後までご視聴ありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。